どうもトラビショバでイエーイチョッピーチョッピーさあということでありがたいことにですね、はい、最近はもうテレビや雑誌などで多くのメディアの方々にね取り上げていただくことが多くなりました。はいですよ。そういう機会があるということで、そこでいろいろとエピソードトークをさせていただくこと、聞かれることが多いかと思うんですけども、今回はですね、みんなが持っているTravisJapanのエピソードトークを持ち寄り、一番優れたエピソードトークを決定。どこに出ても恥ずかしくないようになりたいと思います。題してTravisJapan的ベストアンサー大会議。レッツベストアンサー。この中から一つ引いていきます。それに対して全員がエピソードトーク持ってたらいいですね。俺のターンドロー。俺はこのカードをセットするぜ。セットすんなよ。トラビスジャパン史上最も失敗したことはというカードのトラップカード発動。これって自分ってこと？トラビス自分ではいいんだよ。あ、そういうこと。TravisJapanとしてだよ。俺もでもねあるんだけどね、これいいかな。いいよ、今日 NG なしって言ってた。せーの、バン。松倉海斗2日連続寝坊事件。YouTube さんの撮影があったんですよ。なるほど。1日目それは。これ1日目です。あれ？そっか、それが1日目だったんだ。1日目で集合してちょっとバスでこう現地に向かうってところで静谷から電話かかってきたんですよ。でも僕電車乗ってたんですよ。僕立ち寝してたんですよ。電車乗ってた。つり革で立ち寝して立ち寝して寝過ごしてて、立ってれば起きてるもんね。電話来てなんだって思ったんだよ。一回我に返って俺なんで立ち寝してなったんだろうみたいな。で結局その日は30分くらい遅れちゃったんだけど、でもそれで終わらなかったんですこの事件。次も朝から取材みたいな時にまた静谷から電話かかってきてすいませんでした。第一声。取材現場行ったら2日連続っていうのにみんなピリピリしてね。中でも彼が一番ピリピリそれが一番面白いんだよね。海が切れてんのがおもろいんだよな。で30分くらい説教されました。覚えてるわ。いけないことだからね。僕もみんなに謝りたいことがある。俺今思い出したわ。TravisJapan史上最も失敗した話、中村失踪事件。すごい忘れてたんですけど、みんなでねTravisJapan全員でコンサートのリハをしてまして、そうですね、夏ありましたもんね。家帰って寝てたんですね。でいつもだったら僕はアラームで起きるんですけど、その日自然に目が覚めて、ああよく寝たなって。でもなんかいつもと感覚違うなみたいな。でリハの時間が大体僕たち1時だったんです。そうですね、大体でその日も1時集合。こう携帯見たら1時起きてて3時半。1時なのに1時なのに携帯見たら3時半。着信めっちゃ来てるんです。何件ぐらい？30件ぐらい。でメンバーからもなんかもう逆に怒ってるとかじゃなくて心配されてるんですよ。俺らめっちゃ心配したもんね。稽古場で最初の30分ぐらいはあいつまた遅刻するのかみたいな、したなみたいな。で徐々にやばくないみたいな。あいつ大丈夫かなみたいな。全然松倉のこと言えねえじゃん。本当に言えねえなと思って。あんなに30分説教したのにね。松倉に切れた3日後ぐらいにお前遅刻してんだもん。使命切り事件。お俺もなんか昔の映像を見返す時があって、なんか自分たちがちょっとしたエピソードトークを話すみたいな感じだったんだけど、俺ひたすら腕立て伏せとかして怖っ。そういう時期あったね。確かにね。いつも筋トレしてるからハルクって呼ばれてたからね。で腕立て伏せ終わった後になんかめっちゃカメラアピールとかしてて、俺別のタレントかと思った。カメラ近づいてって何言うのかなと思ったらすごいいろいろ面白いね。本当に謝りたいなと思った。それはもう湾岸のライブね。はいはいはい。 TJ に松松が入って初のライブで
俺足つったじゃん。そうだね。そうね。そうで俺それでうわ俺もう脱退しようかなと思ったなんでや早いよこれめっちゃ踊んじゃんこの写真と思ってでもあの時さダンスビズミーやっててさ俺らの目の前をさ引きずりながら足引きダンキずりながらあんな明るい曲で横に暗闇なくなってたからトラビスジャパン7人の初の新曲なのにゲンタいなくなるんだびっくりしてフォローがすごかったなと思ってありがとうございました懐かしいね。それで今はもう慣れてきたっていうことでしょライブはでよかったじゃんはいどこの立場であるなんかわかんないけどあ一緒に入ったんだっけ俺一緒に入った忘れちゃった。そっか自分の思うやつに指さしていきましょう。はい、いきますよ。せーの。締め率高っ。その締め締め生きる締め昔のことも知れるしね。ああめちゃくちゃ生きってたもんだって続いてのテーマ。はい、続いてのお題です。は俺が行くぜ頭のターンこれだ俺のターンドロー俺はこのトラップカード場に伏せて発音いやいや、次のターンだ。ダントランプ邪魔して最も無理だったことは無理だったうわー、これあれだね、解釈によっていろいろ変わるね。なるほど。俺から言っていいですか。はい。越谷レイクタウン。うわはい、YouTube で越谷レイクタウンに行った時に、はい松田元太を探せという企画が企画やったありましたありましたね。ね。元太のヒントでどこに行くかとか当てに予行く想したりね。結構こう30分ぐらいこうずっと探し回っててどこにもいないどこだろうなってヒントもらいつつ行ってたんですけど、1個目の場所がこの ATM。はい。はいやばいよね。すごかったよね。多分無理だなって思ったっていう。それは物理的に無理っていうのと、こいつ無理だなっていうのがあるでしょ。どっちも分かってないから相まってる。デートはお金が必要だから ATM。これさ、前日にやっとけ。そんなレイクタウン事件。これは確かにね、結構ポイント高いんじゃないですか。なかったなっていう。トラビスジャパンのスペルがいまいちわからないどういうこと？俺あでもあったよあったよトラビスジャこれは合ってんのよでも毎回考えちゃうのこの最後に E があるのかないのかジャポネみたいなね。ジャパニーズのそう E が残ってる。でなんで N で終わってんのかこれが謎なのお前が無理だわやっぱ。じゃあ、ある人。じゃあはい。涙涙。なんでしょう。トラビスジャパンでそのご飯したじゃんあ、5月ね。5月29日。そこでこれからもっと団結するためにっていうので一人一人のその悩みを話したじゃん。そうね。ちょっと吐き出そうって言ってね。もっとこうしたいとかこういう悩みがあって改善したいとかで自分のターンが来た時に自分の悩みを話してたら、涙を流せずにはいられなかったって無理だったね。我慢するの無理だった。俺はもうそうだからその分抱え込んでたものとか言えなかったものが多かったっていうことだよだからこっちに言うのいいんだけど、こっち向くのやめてくんない？いい話。いい話や。いい話だこらえるの無理だったっていうね。じゃあ最後、単純に俺が無理だったこと。歩かないお化け屋敷あったじゃないですか。寝苦しね。寝苦しい。練習のねあれはマジやばかったあれで一回メンバーの中に亀裂が入ってる。だってここの二人だとさ、玄太騙されてさ、詐欺師この人あれね。なんだっけ、手前のが怖くないよとか言って海が玄太を手前に押し出して。なったね。1年前だよそれもそうだね、もう夏だったもんね。確かに。せーの。締めだね。締めだね。お前うまくねなんか締めエピソードいいね。涙のエピソードがトラビスジャパン史上最も無理だったことです。続いてのテーマ。はい。俺はこのカード引くぜドロー早いな俺はこの魔法カードをここにセットそして発動バントラビスジャパン史上最もときめいたことはときめいたこと。じゃあ俺ももう単純に先に行きますよ。単純にプレゼント。ライブですね。素顔4にも入ってるやつですけど、トラビスジャパンバージョンにプレゼントボックスからパッて出た瞬間、トラビスジャパンが皆様へ対してのプレゼントですっていうことで出てた瞬間が俺は一番ときめいたかな。いやよかったよね。あの演出も今までさやったことないような演出だったじゃん
あれも出ながらね舞いながら本当に懐かしいな。だったしね。気持ちよかったよね。しかもあのコンサート自体さ、そのプレゼントっていう名前をさ、自分たちでなんかちゃんとつけられたのが初めてだったじゃん。そうだね。タイトルまで自分たちで考えて、セットリストも考えて、曲とかもいろいろ選んでっていうね。っていうのがまあ僕のときめいたことです。いいね。はい。でステージ関連で主演舞台決まったよっていうのと記者会見。記者会見やることってないじゃん、あんまり。ないで。今までなかったし、グループでもなかったから、緊張もあったけど、なんかこうね、ときめいたっていう。なるほどね。叶ったというか興奮して自分たちがメインでやってるってことあんな綺麗な衣装着てっていうことです。はい。系統はちょっと似てる。そうだね、お仕事関連の。俺も言っていい？いいよ。ガン。かけ算ですかこれは？これ 8.8 8.8は8は48ね。64だよ。やばい。2人目いた。お前2人目がいた。まあまあそれは置いといて8.8でまあストーンズとスノーマンのおめでたいお話でやっぱデビューっていうのを MC の時に発表あったじゃん。その後のファイヤービートでいろいろ感じたり何日かちょっと考えたりしての結構ねめいってたもんね、現場もね。確かに。終わってからのサマパラ、そこでのタイミングでこの7人だけでライブをできるっていうのがすごいなんか運命じゃないけどめちゃくちゃいいなと思って、このタイミングでこの7人でファンの人にもちゃんと会えてできるっていう場をいただいたことをすごい良かったなと思って、トラビスジャパン最高じゃないと思って。いやだって夏のライブも白熱してたもんね、マジで。確かに。7人とも。だからすごい確かに日々感謝してトラビスジャパンメンバーにときめいたなって思う。ああ、なるほどね。改めてね。それはあるね。あとありますか？じゃあ夢のハリウッドですね。夢のハリウッドって聞きたいからね。なんでかっていうと僕たちのトラビスジャパンとして初めてのオリジナル曲なんですよ。そうなんだね。はい。で僕たちもやっぱりその徐々にメンバーが抜けてって辛い心境の中、他のグループはオリジナル曲があってで俺らだけないっていう状況の中でもらった一曲なんですよね、この曲って。そうだね。でやっぱりどこでやってもこの曲が一番トラビスジャパンらしいよね。なんて言うんだろう、すごいジャニーズ感もあるし今までにない曲だし、夢のハリウッドって曲がトラビスジャパンに来てくれたことが一番なんて言うんだろう、嬉しかったなってあるし、多分こいつがいなかったら今ねここにいなかったかもしれないしっていうぐらい大事な曲だから、こいつには毎回ときめきますね。確かに。今ではもうじゃあかけろ。代表曲。じゃあかけろ。じゃあかけろ。そんなにときめくんだな。かけろ。ごめん、夢のハニマット。ハリーってもう。せーの。ゲンタの 8.8 が3票ですね。じゃあ 8.8 かな。なんか玄太のちょっと心の中もちょっと見えた感じがして今。いいエピソードでしたね。確かに。メハニもいいよ。よし、誰かやる？俺のターンドロー。じゃあやろう。じゃあ声ちゃんとやってね。あ、マジで？わかるでしょ。自信で。で、俺のターンドロー。お、いいね。やっぱそこめっちゃうまいんだよ。福山さんで。ブルーアイズホワイトドラゴン。トラビスジャパン史上最も恥ずかしかったことは？恥ずかしかったことか。なんだろうね。ね。じゃあ俺いっちゃうね。ご飯屋さんにて。お。結構周りに人もいて、サラリーマンの方とかいろいろいてご飯食べてたんですけど、その右側にいたサラリーマンの人が僕の顔を見て「そうっすよね」って俺に話しかけてきて、知ってくれてるなと思って、ありがたいよね。はい、最近も見てます、ドラマ出てましたよね、何でしたっけあれ、火花って言われて林遣都さんと間違えてて、マジでね。もうその時間からご飯食べてる間、林遣都さんでしたどこが似てるんだろうね。目なの？目とか目とか肘とか。肘は似てねえ。肘みんな一緒じゃね？確かに正論だ。お、一緒だ。
後ろ曲がってるもんだって。マジで肘は曲がるからいいねありがとうございますはい次誰がいますじゃあこれもさっくり終わるんで一発ギャグですね。もともとこういうのやるキャラじゃなかったじゃないですか。アスレチック屋内の室内アスレチックあれね自給自足ってやつ。そう自給自足まあそう自給自足なんですけど、自分がそのいつか一発ギャグを振られた時にできるようになっておかないとこれからテレビも出るようになるんだし、一発なんか持っとこうと思って撮影の1週間ぐらい前に思いついたと思ってそれが自給自足か。ずっと温めてたの、いつか出せるかなと思って。そしたらなんかアスレチックで走ってる時に「おいれ一発ギャグやって」みたいに言われて、いきなり何の前触れもなくやったら、なんかそれが一種の自己紹介ギャグみたいになったりとかして、でそこからちょくちょく一発芸とか一発ギャグ的なのを思いついたらそれとストックするようにしたりとか。じゃあ溜まってんじゃん。溜まってるじゃん。違う違う違う恥ずかしい初めてやったのはじゃあ行くよ恥ずかしい黒歴史でもやりたくなさそうだからやめよう。よくないってそれ。やらせてよ3、2、1。一発ギャグ、ウサギを飲み込んだヘビ。ということで次が違うんだよ自給自足ってさ、うちはさ結構さあるよ。そうなの。今そう、俺のファンの人じゃなくても持ってくれてたりするぐらい徐々にのやつが出てくるってこと。めっちゃ大変だな。歌いながらそれできないはいはい続いてバン振り付け。なんで恥ずかしい。じゃあなんでっていうか、これはじゃあまだ松松入る前にこうクリエシアタークリエでライブやらせてもらった時にオープニングで振りを俺がつけたのかな、構成をつけてやった時に A メロで階段降りてく5人が B メロで下手にみんなで行くみたいなやつだったんだけど、間違えて自分が振り付けたのに A ダッシュぐらいで一人で下手めっちゃかっこつけていってめっちゃ踊って、で横見たらみんながこんなほど見てて、その時がもうなんか人生で一番恥ずかしくてめっちゃ変なオープニングだしね。そう後でめっちゃみんなに言われてどんどん恥ずかしくなってって、雑誌で言われるのもめっちゃ恥ずかしくてシリはどうやってさそれをさ戻ってフォローしてる。戻ってくんだけど、めちゃめちゃテンパってる隠してんのもわかんのこういう振りとかで戻ってくんだよ、あって気づいて、なんかシリアはそれでなんかちょっとしっかり者そうだけど結構振りミスったりするっていうキャラクターみたいなのでもそう言ったらさ、俺もあるわ、宮近のほら俺らもさ、初めて兄組と弟組で一緒にやった時にさ、なんかハンカチを使って踊った白い布出る途中多分カイトが忘れちゃってて、静也が使ってたタオルをパクってポッケに入れて出てきたの。ポッケにもともとプリセットしてなかったらいけないんです、してないといけなかったんだけど、どうしようと思って辺り見渡してもないから汗拭いてるから自然がちょっとゴワゴワのタオルそうしたらね、ポケットがパンパンに膨らんでいやほんと4倍ぐらいよね。で俺はもう笑いが止まんなかったずっと下向いてたのよ俺でこうついにお来た開く瞬間みんなポッケからね薄い布出してこう振ってこういう振りなんだけど、綺麗な布で俺バーンって引ったらひらってなんないの、ブンなの、ブンってやってて、でもお客さんも気づいてないのよ。気づいてなかったね。それにも笑っちゃった俺切ない曲で違うねっていうのはあったね。切なさ引き換えにゴワゴワタオル事件。やばかったね。めっちゃおもろいね。せーの。お、ノエルさんじゃない？ノエルさんだ。おお。いろいろ殻を破るためにやってるってこう前向きなお話だったから、これはいい話。お、ありがとうございます。ってな感じでいろいろエピソード出ましたけど、はい。まあいろんな媒体で出させてもらった時にこういうエピソードあったんですよって話せるようにいろいろお話をストックするとともにエピソード作っていきましょうというはい企画でした。それでは宮近さん、今日の総評をお願いします。トラビスジャパンの話は長い。以上、トラビスジャパンでした。今回のエンディング誰だろう。
れてると思うよ。締めのさエンディングってなかなかまあ聞かない。最近聞かないよ。そう思うと最近俺の曲めっちゃ聞くよ。俺もドラムで俺はね、次回予告って言ってさ、全く変わんねえからさ。次回予告で毎回チェックが赤い靴履いてんだもんね。書いてねえもんもう。